おはようございます。僕は今長崎県長崎市に来ています。後ろにあるのが長崎駅。長崎市は長崎県の県庁所在地で、人口はおよそ38万人、九州を代表する観光都市の一つとして知られていますが、実は今世界からも注目を集めています。ニューヨークタイムズが発表した2026年に行くべき52カ所に長崎市が選ばれたんです。そんな長崎で毎年冬に開催されるのが長崎ランタンフェスティバル。今回はそのお祭りを目当てに遊びに行きました。それに合わせてせっかくなので長崎市内を1泊2日で思う存分楽しみたいと思います。これが長崎駅の東口ですね。そして駅を出るとこの景色ですよ。まさに坂の町長崎って感じですね。素晴らしい。そして長崎駅の後ろにあるのが稲佐山ですね。あそこからの夜景は日本三大夜景に数えられているそうです。今この長崎駅前のロータリーをまっすぐ歩いてきたわけなんですが、西九州新幹線の開業に伴って駅前は大規模な再開発を行っているそうです。東口の駅前にはこういった巨大なバス乗り場とタクシー乗り場があって、で駅に接続する形で商業施設のアミプラザがありますね。でその隣には JR 九州ホテルで、東急ハンズとかがある商業施設もつながってて、駅前かなり都会ですね。アミプラザの前はまだ再開発の途中っていう感じですね。ここが整備されればもう完成っていう感じなんですかね、多分。長崎駅前には路面電車があります。いや、路面電車がある街並みっていいですよね。ひとまずバスに乗ります。中央橋というところにやってきました。この川沿いにランタンがかかっていて、もうすでにお祭りの雰囲気が出てます。この橋には大きなオブジェがありますね。これも夜になったらライトアップされるんでしょうね。早速長崎市内観光していきます。まず最初に向かうのは歴史の教科書には必ず出てくるあの場所です。駅前から歩いてて思ったんですが、バスに路面電車に車にかなり交通量が多いです。さあ、まず最初にやってきたのは出島です。歴史の教科書には必ず登場する出島。江戸時代の鎖国の中で日本が唯一西洋と交流していた場所として知られています。でも実は出島は最初から貿易のために作られた場所ではありませんでした。江戸時代の初め、日本ではキリスト教の布教が広がり、それを警戒した幕府はポルトガル人の活動を管理するため、海の上に人工の島出島を築きます。つまり当初はポルトガル人を収容するための島だったんです。ところがその直後に島原天草一揆が起こり、幕府はキリスト教への警戒をさらに強めます。やがてポルトガル人は日本から追放され、代わりに貿易だけを行っていたオランダが交易を許されます。そして平戸にあったオランダ商館がこの出島へ移されました。こうして出島は鎖国下の日本において西洋とつながる唯一の貿易の窓口となっていきました。表門橋という橋を渡って出島に入っていきます。当時の出島は出入りが厳しく管理され、町とつながる出入り口はこの1カ所だけだったそうです。出島の中に入ってきました。散策していきます。教科書にも書かれているような多くの人が思い浮かべる出島の形って、なんか海に突き出した扇形の形状だと思うんですよね。昔はその通り海に突き出した島だったんですが、明治時代になると周囲が埋め立てられて、今は当時のように海に浮かぶ姿ではなくなっています。現在では長崎市が長年にわたる復元整備を進めていて、それによって江戸時代の街並みが再現されています。こういった形で、これより先が当時の出島の雰囲気を再現した形になっています。長崎には通常年に一度オランダ船が2隻来航していました。こちらはそんなオランダ船の船長の住居として使われていた建物です。1階は主に倉庫として使われていて、2階が居住空間になっていたそうです。
畳の間にベッド。これが一番先々長の部屋だそうです。こんな感じの部屋で暮らしてたんですね。オランダ商館長はカピタンと呼ばれていました。これはポルトガル語で英語のキャプテンにあたる言葉です。そしてこちらがそのカピタンの住居。建物の2階ではカピタンたちがクリスマスを祝っていた宴の様子が再現されています。カピタンの任期は基本的には1年でした。そのため200年以上続いた鎖国の間に歴代のカピタンは163年にもなったそうです。オランダからの輸入品としては初期には生糸やヨーロッパ産の毛織物などが中心でした。やがて時代が進むと砂糖が主な輸入品となり、その他にもガラス製品や薬、書物など当時の日本には珍しい品々がもたらされます。一方、日本から輸出されていたのは銀や銅といった金属資源、そして陶磁器などの工芸品でした。以前伊万里の動画で紹介した小伊万里もその一つで、伊万里の港伊万里津から運ばれた焼き物がここ出島でオランダ船に積み替えられ、ヨーロッパへと渡っていきました。こういう風に梱包されて輸出されてたんですね。出島は基本的に再現復元されたものなんですが、当時の建物が残っている場所もあります。こちらの手前の建物と奥にある青色の建物は明治時代に建てられた建物がそのまま残っています。これは旧長崎内外クラブっていうもので、外国人との交流の場所に使われていたところらしいです。で、こっちの青色の建物が旧出島神学校、日本で最も古いプロテスタントの学校だそうです。オランダとの貿易で砂糖が大量に入ってきたことで、日本でも料理やお菓子に砂糖を使う文化が広まっていったんですね。こうした貿易背景があって、カステラとかコンペイトーとかマルボーロといった甘いお菓子が誕生しました。よく九州の醤油は甘いって言われたりしますよね。関東出身の僕からしても確かに甘いなって感じるんですが、その背景には出島を通じて砂糖が多く入ってきた歴史が関係しているんじゃないかと言われたりもしているそうです。やっぱりこういう食べ物のルーツとかを知るのも面白いですよね。いや、出島面白かったです。再現された場所なんですが、かなり丁寧に復元されていて、資料も充実してましたし、すごくなんか力を入れた施設だなと思いました。さあ次は長崎で一番有名な観光地に行きます。いやー、ランタンが綺麗ですね。日中でもこんなに綺麗なんだ。お待たせいたしました。さあ路面電車に乗って終点の石橋駅というところにやってきました。ここからグラバー園に向かいます。で、ここにはグラバースカイロードっていうのがあるので、それを通っていきます。見えてきました。これがグラバースカイロード。おー、すごいね。斜面に立つ形で車高エレベーターができています。登ってきました。いやー、すごい景色ですね。まさに長崎。いやー、あの上の方に住んでる人たちってこの景色を毎日見てるわけですもんね。さあ、そしてグラバー園にやってきました。こちらは第2ゲートですね。グラバー園は日本最古の木造洋風建築である旧グラバー住宅をはじめ、明治時代の洋館を移築保存した建物が集められている場所です。長崎を代表する観光地ですが、ここは日本が近代化へと動き出したその最前線でもありました。舞台は江戸時代の終わり頃、日本はおよそ200年続いた鎖国を終え港を開きます。そんな開港して間もない長崎にやってきたのがスコットランド出身の商人トーマス・グラバー。彼は外国人居留地だったこの場所に拠点を構え、貿易をはじめ造船や炭鉱開発など当時の日本にとって新しい産業や技術に関わっていきました。その活動は幕末の志士たち、
坂本龍馬や薩摩、長州の人々ともつながりがあったと言われていて、日本が大きく変わっていく時代の流れの中で重要な役割を果たしました。園内では9棟の歴史的な建物を見ることができます。そのうち旧グラバ邸を含む3棟は国の重要文化財に指定されており、さらに旧グラバー住宅は世界遺産の構成資産にもなっています。そんな旧グラバー住宅、建築的にも面白い建物です。実は設計者は分かっておらず、施工は日本の大工によるものだと考えられています。特徴的なのが建物の周りをぐるっと囲むベランダ。これは東南アジアなどにも見られるコロニアル様式に近い作りです。一方で屋根には日本らしい瓦屋根が使われています。一見すると洋館ですが、見る人によって和風にも洋風にも感じられる和洋折衷の建物なんです。こちらは旧リンガー住宅。貿易商として活躍したイギリス人フレデリック・リンガーの住まいとして建てられました。リンガーは長崎市内の水道整備にも尽力したことで知られています。ちなみに長崎名物のちゃんぽんで有名なリンガーハットの名前はこのフレデリック・リンガーに由来しているそうです。こちらは旧三菱第二ドッグハウス。浦番園の中でも一番高い場所にある建物です。もともとは別の場所に建てられていた建物で、三菱の造船所で働く外国人乗組員の宿舎として使われていました。グラバーは三菱を創業した岩崎弥太郎とも関わりを持っていました。このドッグハウスからは市内有数の眺望を楽しむことができます。素晴らしい景色です。三菱重工の造船所のドックが見えますね。行き交う船も目の前で見えて、いや素晴らしい景色です。本当に船の汽笛の音が聞こえますね。今回第2ゲートからやったんですが、そうすると上から下に降りていく形になるので、すごくいい感じです。西洋料理発祥の地、自由亭は改修中ですね。近代化に貢献したグラバーですが、実は日本のビール産業にも深く関わっています。グラバーは外国人商人たちと共にジャパンブルワリーという会社の設立に関わりました。この会社が現在のキリンビールのルーツになっています。グラバー園行ってきました。敷地が広くて見応えありましたね。そして何よりこの景色、いや素晴らしいですね。あといろんな花が咲いてて、それもすごい綺麗でしたね。まさに観光名所っていう感じで見応えバッチリでしたね。観光客ももう国内外からたくさんいましたね。帰り道はこの伝統芸能館という場所を通っていくそうです。長崎くんちの映像と実際に使われていたものが展示されてますね。すごい。そして最後にはお土産屋さんがあるっていう感じですね。いや坂道もいいですね。歩いてお腹空いたのでお昼ご飯にしたいと思います。カフェレストラン絆さんです。昼食は長崎のご当地グルメトルコライス。このワンプレートに全部乗せるスタイル、大人版のお子様ランチなんて言われたりもしますが、やっぱりいいですよね。このお店では地元の野菜を使った前菜も楽しめて、それも美味しかったです。長崎名物のトルコライスを食べてきました。ボリュームたっぷりでお店の雰囲気も良くてめっちゃ満足しました。これからちょっとグラバー園の周辺を巡ろうと思ったんですが、ちょっと時間的に面白いイベントが開催される場所があるので、先にそちらに行こうと思います。それにしてもこの坂道、本当に歩けば坂に当たるって言われたりしますけど、本当にその通りだなって思います。カステラの老舗福佐屋です。ロゴがバットマンみたいで、さあ見えてきました。さあやってきました。孔子廟。長崎は出島を通じたオランダとの交流だけでなく、
古くから中国とのつながりも深い港町でした。ここ長崎孔子廟では本格的な中国様式の建築を見ることができます。建てられたのは1893年、儒教の祖孔子を祀るために建てられたもので、日本で唯一中国人自身の手によって建立された孔子廟と言われています。こちらでは中国の伝統技能を見ることができるので、それを見たいと思います。会場は平日の2時半にもかかわらず大にぎわいです。変面とは踊りながら一瞬にしてお面が変わるという伝統演劇で、お面の変わる仕掛けは国家無形文化財にも指定されています。いつお面が変わるかわからないスピード感あふれるショーをお楽しみください。どうぞ。かっこいい。かっこいいな。いや、変面ショー面白かったですね。めっちゃ盛り上がりました。変面師京介のグッズとかいっぱいあって面白かったです。あと孔子の博物館もめっちゃ充実してましたね。いろんな資料あって面白かったです。ここも夜になったらいい感じの雰囲気になりそうな感じしますね。このグラバー園とか大浦天主堂があるエリアはかつての外国人居留地のエリアです。さあ、この坂道を上がって大浦天主堂に向かいます。グラバー園にもこの坂道を登って行くこともできたんですが、というかそれが正規ルートだと思うんですが、今回は上から下がっていくスタイルで行きました。この坂道を曲がると見えてきました大浦天主堂です。この外壁は2018年に塗り替えられたそうです。館内は撮影できないので中と博物館を見ていきます。大浦天主堂は日本に現存する最も古い教会建築です。建てられたのは1864年、まだ江戸時代の終わり頃で、日本ではキリスト教が禁じられていた時代でした。そんな中、開国によって長崎に住むようになった外国人のためにフランス人宣教師たちがこの教会を建てました。そのため当時はフランス寺とも呼ばれていたそうです。そしてこの場所は長い間信仰を隠して生きてきた潜伏キリシタンたちが自らの信仰を打ち明けた信徒発見の舞台となりました。日本のキリスト教史の中でも特別な意味を持つ場所となっています。この坂を上がった先にあるのがグラバー園です。で、そのお隣にあるのが大浦天主堂。これどちらも世界遺産なんですが、別々の世界遺産なんですよね。一つは近代遺産に関する世界遺産、もう一つはキリスト教関連に関する世界遺産。隣り合ってるんですが別々の世界遺産です。面白いですよね。その隣にあるちょっと見えてるのが旧ラテン神学校。これも重要文化財ですね。そしてこの手前のレンガの建物が博物館になっていました。こういう小道を歩くのも楽しいですね。やっぱり大浦天主堂の隣にある小道を抜けてきました。ここには妙高寺というお寺があります。
そしてその前には諏訪神社があります。そしてこのお寺と神社の間には大浦天主堂が見えます。ここは祈りの三角ゾーンと呼ばれていて、大浦天主堂と妙高寺、大浦諏訪神社、教会、お寺、神社が接するところなんですよね。全国的にも珍しいそうですね。妙高寺の山門に猫ちゃん発見。寒そうだね。坂道の両サイドにいろんなお店が立ち並んでいます。やっぱ雰囲気がいいですね。名物グルメの岩崎本舗さんの角煮まんを買いました。いただきます。トロトロで美味しいです。日も暮れてきたので、そろそろランタンフェスティバルの会場の方に向かいます。新地中華街エリアに戻ってきました。5時からランタンがライトアップするそうなんですが、なんかもうすでに明かりついてる感じしますね。カステラで有名な文明堂さんでカステラを買いました。ランタンフェスティバルに行く前にもう一箇所行きたいところがあって、川のほとりに来たんですが、長崎のこの港町の感じめっちゃいいですね、やっぱ。というわけでやってきました長崎県立美術館です。やっぱその土地の美術館とか博物館には行っておきたいですよね。運河をまたぐ感じでできてますね。この感じでもしかしたら気づく人はいるかもしれませんが、建物の設計は隈研吾さんです。この木のように見えたものは実際には石でしたね。入館料は無料で、常設展示の他にも企画展示室があって、それは都度有料になります。そして誰もが利用できる屋上庭園があるので、そこに行こうと思います。これが屋上庭園。これはすごいわ。いや、もう素晴らしい景色ですね。こんな感じで運河を挟んで手前側と向こう側になってて、橋でつながって屋上庭園となっています。この美しい港町長崎を背景にカステラをいただきます。こうやってちゃんと個包装になってるのも嬉しいですね。いただきます。間違いない美味しさ。この街に開かれた感じが素晴らしいですね、本当に。この展望デッキの前には公園みたいなのがあって、そこで若者たちが楽しそうになんか過ごしてるのもめちゃくちゃいい時間ですね。いやー、長崎本当住みたくなるわ。今回ちょっと時間がなくて展示室は見れなかったんですが、この建物と屋上庭園、いやー素晴らしかったです。今度来た時はゆっくりと常設展示、企画展示見たいと思います。もう完全に暗くなって夜になったので、ランタンフェスティバルの会場へ向かいます。長崎冬の風物詩ランタンフェスティバル、毎年2月に開催され、長崎市内中心部の会場におよそ1万5000個のランタンが灯されます。このお祭りの始まりは1987年、長崎新地中華街で中国の旧正月春節を祝うために始まった小さなお祭りでした。その後、長崎市と協力して規模が広がり、街全体を彩る長崎ランタンフェスティバルとして発展していきました。2026年の今年で開催は31回目。今では長崎を代表する冬の一大イベントになっています。早速そんなランタンフェスティバルを楽しんでいきます。ここが、メイン会場になりますね。
両脇に屋台があってステージが真ん中にあります。そして後ろには大きなオブジェが、これがメインオブジェなのかな。長崎の伝統芸能でありますジャオドリを、披露していただいております。ご覧の通り、清流一層で今日のジャオドリ会、観光ジャオドリ会はありがとうございました。こんなに賑わってるとは思いませんでした。人の数がすごすぎる。小籠包を買いました。いや、今日平日なんですけど、こんなに人が多いとは思いませんでした。今行ってきたのが長崎新地中華街というところでした。ジャオドリを見た港公園からこの新地中華街は本当にメイン会場なので、本当に人がすごかったです。でここにあったのは薬屋の独り言のランタンがあるって聞いてたんで、どこかなと思ってたんですが、ここにありました。マーモンと銀紙があります。そしてこのエリアはランタンのカラーがピンク色です。ランタンの明かりが川に反射して綺麗ですね。しょっぱなメイン会場行ったんですが、やばいですね、盛り上がり。さあ続いて、港公園のほど近くにある東神屋敷通りというところにやってきました。この東神屋敷通りでは4つのお寺を巡る四道巡りというものをやっているそうです。東神屋敷通りの裏路地はめちゃくちゃいいですね。こういったアートがあって、しかもこれ地元の高校生が描いたアートっぽいですね。東神屋敷通りのお堂巡りめちゃめちゃいいですね。こういうのもあるんですね、ランタンフェスティバルに。4つのお堂巡りも全部素敵なお堂でした。ランタンフェスティバルの会場が結構広くて、エリアごとに分かれてるんですけど、エリアごとに違ったお祭りの感じがあっていいですね。今日午前中来たところに戻ってきました。今日午前中行ったのがこの川をまっすぐ行ったところにある出島です。日中に見たオブジェがライトアップされて、また雰囲気が変わってますね。そしてその隣にあるのが浜町アーケード。細長いアーケードの天井にびっしりとランタンがひしめき合っています。商店街にこういう単体のオブジェが並んでるって感じです。中国の縁結びの神、月下老人。いやー、本当に超一大イベントって感じですね。桃太郎の豚まんを買いました。これも一口サイズなんですが、あるとこんな感じです。蒸したてで美味しいです。めっちゃちょうどいいサイズですよ。それにしてもめちゃめちゃにぎわってますね。本当に平日でこの人の量って考えると、土日は本当凄まじいと思いますね。あともう一つ名物グルメを買いました。
よりよりっていうらしいんですけど、これ蘇州林っていうところの、まあなんとかチョコマファールですね。地元ではよりよりっていうものらしいんですけど、ハード系のお菓子にランタンフェスティバル限定でチョコがけになってるっていう、美味しそうなんでいただきます。硬っ。想像してたより全然硬いですね。奥歯で噛まないとやばいやつです。めっちゃ硬いんですけど結構好きですね。これ美味しい。なんか街中歩いてたら結構美味しそうなラーメン屋さんが何軒もあって、ちょっと気になったのでどこか入ってみたいと思います。ラーメンを食べようと思ってたんですが、美味しそうなうどん屋さんを見つけて思わず入りました。このお店はきしめんも気軽に食べられるそうです。今回は寒かったので鍋焼きうどんにしました。これがかなり美味しかったです。大きなエビ天も入ってて、優しい出汁が冷えた体に染みました。営業時間も午前0時までやってるみたいなので、飲み会の後の締めのうどんとかにも最高だと思います。いやー、うどん美味しかったです。やっぱあったかいもの食べると温まりますね、体が。ランタンフェスティバル最後まで楽しみたいと思います。さあ、続いてやってきました。中央公園会場です。いや、ここもすごいね。ここは両脇にお店があって、真ん中にステージがある。港公園とちょっと似てますけど、真ん中が飲食できるスペースになってますね。これもいいね。3つのオブジェがあります。いや、これも立派ですね。で、こっちにもあるよと。結構広いですね。このパンダはなんかちょっと不気味なホラー映画に出てきそうなパンダがいますね。すごい。ここはめっちゃ動物園みたいな。この猿はなんかちょっと落ち込み気味。いや、本当にそれぞれの会場ごとに色があっていいですね。さあ、最後にやってきました。今目の前にあるのは中島川っていう川ですね。このエリアは黄色いランタンが飾られていますね。この石橋は袋橋っていうらしいです。そしてそんな袋橋から見えるのが長崎市の観光名所でもある眼鏡橋です。このランタンの点灯時間は夜の10時までなので、結構長い間楽しめますね。この美しい光景に感動するのはもちろんなんですが、これ毎年やってるの相当すごいよね。純粋にこれだけの数のランタンを設置するのにどれだけの人の手とどれだけの時間がかかるんだろうなって、なんかそこに感情移入しちゃいますね。なんかそれを踏まえた上でのこの美しさ、なんかそんな感じがしました。なんか本当来れば分かると思います。ということで長崎市の1日目はここまでとなります。長崎市、さすがに見どころいっぱいありますね。文化と貿易の交流の場として世界中から注目されている街っていうのが改めて分かりました。そしてランタンフェスティバル、いやー楽しいね。この街中でこのランタンが至る所で見られるっていうのもすごいですよね。これは本当に全国世界から訪れるのも分かりますね。長崎市の1日目はここで終わりなんですが、明日も観光していきます。ぜひ後編も楽しんでいただければと思います。この動画が参考になれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。